今日もあなたをジャクロットワールドへと誘います。皆さんこんにちは。ジャクロットのジョナタンです。久しぶりの動画をアップロードさせていただきました。僕の人生について皆さんとシェアできればなと思います。なので今回は、解説動画ではなく、僕の人生についてちょっと語らせていただきます。僕はアルゼンチン生まれのアルゼンチン育ちです。11歳から日本で暮らしていました。今はウィスラーのカナダのウィスラーという町で、住んでおります。僕は小さい頃からですね何かになりたいなというふうに思ってたんですけれどもこれといったものに、巡り合うことができませんでした。でも大体中学2年の時からですねダンスを始めて、でいろいろなことがありまして、でダンス留学も、ニューヨークでですねすることができました。本当にお父さんとお母さんの、おかげでですね僕はなんとかダンス留学はすることができたんですけれども、ここで衝撃的な出会いをします。小畑大輔、通称オバですねと、服部俊、俊くんですね。この2人と出会います。この2人はですねダンスに対する姿勢がすごく、真面目で、僕と違ってですねすごくストイックな2人です。小畑大輔は、僕と同じく、ストリートダンサーで、俊はですねタップダンサーです。今も2人はですねダンサーとして活躍しております。で僕はですね2人のそういった真面目な姿勢にすごく憧れてですねニューヨーク生活を共にするうちにですね僕もダンスに対する姿勢が変わっていって、ダンサーになりたいっていう思いがさらに強くなってですね、先に日本に帰ることになるんですけれども、ニューヨークからですね、2人に僕は絶対にプロのダンサーになるっていうふうに約束してですね先に日本に帰りました。その後だいたい1年半2年ぐらいにですね1年半後ぐらいかな、2人に出会ってですね、僕はその頃は東京で一人暮らしを始めていてですね、僕は僕なりに、奮闘してですねプロのダンサーへの道を、頑張ってたんですけれども、なかなか芽が出ることができずに、ダンサーとしての道をですね諦めます。この頃が一番人生で辛かった時期ですね。もう全てのことがですね崩れ落ちていって、今まで全てそこにかけてたので、もう本当に空っぽの自分しか残らなかったですね。その頃はですねシュンとオバーはですねSEP っていうセッションエンターテインメントプロジェクトというですねグループを組むんですけれども、ハウスダンサーのトシヤくんと、ヒップホップダンサーのトモヤくんと、あとはオバー、あとはシュンくんですね、タップダンサーのシュンくんと、ライブペイントをするヨスケくんと、ビートボクサーのレオくんですね。この6人で、組んでるグループなんですけれども、本当に即興で曲を作り出して、その場でショーをするような、グループだったんですよね。でこのグループがですねいろいろな施設とか回ったりとかですね、イベントとか、オーガナイズしたりとか、していて、で、どんどん活躍の場を広げていっておりました。僕その頃はですね本当に自分のやりたいことが見つけれずに、本当に辛い時期だったんですけれども、その頃に、またオバに、声をかけてくれてですねこの SEP っていうグループといろんな仲間が集まった共有空間っていうまた大きなグループで、イベントを開催してたんですけれども、その共有空間のメンバーの一人に、入れてもらって、で僕はそこで、映像制作をするようになっていきます。ただやっぱこ
この頃は本当に辛かったのがですね、表舞台へとやっぱ立っているオーバーだったりとか、他のメンバーを見てですね、本来だったら僕もそこにいたかったのになっていうふうにすごく、もどかしかったですね。本当にオバにもすごく感謝しててですね、僕を仲間に入れてくれたことですごく、心が救われてたんですけれども、それと同じぐらいですね、羨ましかったですね。その SAP っていうグループが羨ましかったです。羨むほどじゃあ僕は何かを努力してたかって言われたらしてなかったんですね。この共有空間っていうグループと、活動していく上でですね、また絵を描くことに、目覚め始めるんです。これもまた、オバのおかげなんですけれども、オバが、絵を描いててですね、で、それを見た俺はそんな絵の描き方もあるんだみたいな、今まで絵を描くって言ったらもうグラフィティだったりとか、もう本当に見たものをそのまま描くみたいなことだったんですけれども、オバはもうほんで抽象的な絵を描いてて、それでもいいんだみたいな感じだったんですね。で僕も少しずつ絵にも、目覚め始めてた頃だったんですけれども、それでも僕はその SEP っていうそのグループを見てですね、もう間近でどんどん活躍していく彼らを見て、本当に正直言って辛かったですね。でもそれでも自分のやりたいことが少しずつ見えてきた僕はですね、絵を続けながらなんとかこの共有空間と一緒に活動をいろいろとしながらですね、続いていくんですけれども、ある日になったらですね、もうやっぱり僕はもう一緒にはいられないなと思いました。もう結構限界だって、精神的に限界だったんですね。もう今だから話しますけど、本当に、辛かったですね。なので僕は持ってた全財産と持ってたものを全て払って、本当に大事なものだけをですね日本に残して、世界へと旅立っていきます。もう逃げるように旅立っていきましたね。もう本当に辛かったんでね。で旅してるうちにですね、またいろんなことに気づき始めて、もう本当に今まで支えてくれた人たちへの感謝だったりとか、自分は今まで自分で生きてきたんだみたいな、なんか本当に思い上がった考え方してたんですけれども、本当にいろんな人への感謝が込み上げてきてですね、本当になんて浅はかだったんだなっていうふうに、思うように、なってきてですね、日本に帰ってだけどなんとかこの思いに、皆さんのその思いに応えたいなと思い、何ができるんだろうと思い、ある日ですね、目が覚めて仕事行く前に光が差し込んできてですね、今でもすごく覚えてるんですけれども、画家になろうと思いました。画家になろうと思った瞬間におばにも連絡してですね、弟にも話して、俺は画家になるんだっていう風に言ったら、すごく胸がスッとしましたね。今までなんか溜まっていたものがなくなって、そして俺は心に決めました。今まで過去を振り返ってばかりだったんですけれども、もう過去を振り返るのはやめて旅立とうと
自分の人生を歩んでいこうと、その時に決めました。その時の思いをですね、この絵に込めてみました。今回ですね。さあ皆さんいかがだったでしょうか。本当にざっくりなんですけれども、今回の絵に対する思いを少し話ができたかなと思います。夢を追いかけるのは本当に楽しいことばかりではないです。でもただ生きるために仕事して本当に自分のやりたいことに挑戦もせずに人生が終わるのも嫌だったんです、僕は。なので旅立ってみました。でようやくですね、ここまで本当にいろんな方に支えられてくることができました。これからもですね、まだまだ僕の夢は続いていくので、ようやくスタートラインに立てたかなと思います。今後もですね、いろいろと活動していきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、また次回もですね、自分の、動画、絵を描いてる動画とともにいろいろとお話できたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイ。